シエロと並べるとこんな感じになっております。いきます。はい。これが、めっちゃ気持ちいい。これで、スカイギャロップロボットモードになります。ポーズを取らせると、こうなります。優勝だね。スカイギャロップと並べると、こんな感じになっております。やっぱ、大きいよね。もう今年買うべき、ね、おもちゃの一つだと思います。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのは、こちらです。めちゃくちゃ大きい段ボールです。それでは見ていきましょう。ということで、こちらの段ボールね、今回は開封していきたいと思います。一体何がね、入っているんでしょう。めちゃくちゃ大きいです。はい。思ってたよりもめちゃくちゃ大きいです。どんな、まあ僕は中身ね、知ってるんですけど、はい。多分厳重にね、すごい丁寧に梱包をしてくださってるんだと思います。さて。来ました。ということで、改めましてね、今回レビューするのはこちらです。メタルカードボット S よりスカイギャロップです。それでは見ていきましょう。ということで、はい、こちらメタルカードボット S の新商品なんですけれども、ちょっと見てください皆さん。こちらね、なんとめちゃくちゃかっこいいスカイギャロップの顔のね、サインが、書いてあります。そして2025年3月27日で書いてますね。はい。で、こっちがね、僕が普通に買った、方です。はい。こっちがサインない方ね。で、こっちが今回いただいたプレゼントです。じゃあこれ一体どなたのサインなのかというと、このスカイギャロップを、デザイン設計したカロンさんという方のサインになります。ありがとうございます。はい、カロンさんはグッスマのザ合体で言うと、ファイバード、グランバード、ダンクーガ、大竜ガとかグレンダン・ラガンとか、はい、あとモデロイドとかもいろいろやられてる方なんですけれども、ゴッドブレイブスタジオのね、方になっております。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。はい。で、じゃあなんでもらったのかっていうと、こちら、はい、僕、ね、前から、2018年ですね、今から7年前に初めて韓国行きまして、そこで、クラさんに、いろいろ、デザイナーさんを紹介していただいて、ね、いろんな方とお友達になったんですけれども、カロンさん、ね、それから、こう、ダイノコアっていう、僕が初めて、韓国のおもちゃってこんなにレベル高いんだって知るきっかけになったおもちゃのシリーズの、デザイナーの一人だったんですよね、カロンさんが。はい。で、その当時もこちら、サインね、してくださったおもちゃを、僕がデザインしましたって言ってね、送ってくださったんですよ。で、今回も、メタルカードボット S で、僕がデザインしたロボットが出るので、よかったらって言ってくださいました。本当にありがとうございます。はい。カロンさんは、僕が韓国に行った時に、こう、会ったりとか、逆にカロンさんが日本に来た時に一緒にね、お食事したりとか、します。はい。で、ちょっとこの箱はもったいないので、開けずに、こちらの箱を今回は開けようと思います。いやー、めちゃくちゃ楽しみにしてました、このスカイギャロップ。ね。ということで、いや、結構やっぱ、大きいですね。それでは、中身ね、取り出していきましょう。中身を取り出すと、このような感じになっております。スカイギャロップ本体と、メタルカードと説明書がね、入っております。で、説明書は、開くとね、はい、こんな感じで、ロボットモードから、はい、このビークルモードへの変形のさせ方が載っております。それでは早速見ていきましょう。スカイギャロップのビークルモードね、こんな感じになっております。めっちゃ大きいですね。はい。比較として同じメタルカードボット S の
この、戦闘機、飛行系のね、はい、このシエロと並べるとこんな感じになっております。はい、めっちゃ大きいです。はい、こんな感じで、はい、なっております。で、今回の、スカイギャロップは、飛行機とか輸送機とかそういう系の、ビークルですね。はい、こんな感じになってまして、で、ここにファンがね、あったりとか、はい、エンジンダクトがね、ここら辺にあったりとか、で、なんか、こう、乗れる場所、ね、はい、があったりとかします。で、ランディングギアがあって、ここにもね、車輪があります。このピンでね、はい、あるので、だいぶスムーズに、はい、こうやってコロコロさせることができると。いや、めっちゃかっこいいよね。まさか、これがロボットに変形するとは思いませんよね。で、ここに目があってね、めっちゃ可愛いです。はい。で、一部ね、これ金プラかな？使われております。ちょっとね、金プラが怖いんだけどね、経年劣化すると割れるんで、ね、ゴールドプラスチックシンドロームか、GBS があるんでね、はい。ということで、早速ね、変形させていきましょう。これのね、スカイギャロップの変形の面白いところは、ひっくり返すというところですので、皆さん見ていてください。どこひっくり返すんだろうってね。はい。じゃあまずランディングギアしまいます。はい。で、ここで第一の激気持ちいいポイントがあるんですけど、この先端と後ろを持って思いっきり折ります。いきます。はい。これがめっちゃ気持ちいい。この大きいものを折れるっていう、これめっちゃ気持ちいいです。なんかね、現代には物を壊すカフェがあるくらい、やっぱみんなね、物を壊したい欲求があると思うんですよ。それを叶えてくれるね。はい。じゃあまずここをね、はい、分割してこの尾翼をね取り外します。これが武器になります。はい。そしたら、ここを伸ばしてあげて、ここがね足になるんだよね。ここに足が入ってました。で、はい、つま先とかかとがこれで出ます。そしたらこれをひっくり返します。はい。この飛行機って結構この丸い部分が多いじゃないですか。ここも結構丸みがあるじゃないですか。これをひっくり返すことで内側に持っていくと。で、ひっくり返すことで内側に持っていって、逆に内側だった部分が外側に出てくると。で、外側にはこういうねモールドが入っていて、こうつらっとしてメカっぽいっていう。これおもろいです。はい。で、ここ横つけて下に下ろしてあげると。はい。反対側もくるっと回転させて、丸いところをね内側にして、でここジョイントでくっつけて下に、はい、下ろしてあげると。はい。こんな感じになります。そしたら反転してあげて、ここね翼を上に回転させます。反対側も回転させて、でちょっとね、はい、折ってあげると。で次、この上のこの機首の部分ですね、これをパカッと開いて、でここで、はい、1回2回と折りたたみます。これだいぶね変形が簡単に作られてます。シンプルにこう変形できるようにね、はい、なっております。そして、はい、じゃあここのめっちゃ丸い部分、これどうするのかっていうところですね。あとこの横もね、はい、まずこれは、はい、開いてこの丸い部分を内側にし、ここね、はい、中に潜んでいたのを外側にすることでサイドスカートにしてます。素晴らしい。はい、じゃあ次、上の部分、ここですね。これ分割してあげて、はい、この丸い部分ね回転させて後ろに持ってきます。で後ろから出てきたのが肩。はい、反対側もここのクリックがね非常に気持ちがいい。はい。そして、はい、これでもう全部丸い部分後ろに行きましたね。はい。それで腕を下ろしてあげると。ちょっと肩ね、はい、上にこう斜めにしてあげるとかっこいいんで、こうやりましょう。で、この胸を開いてあげて、ここから頭部を取り出して、はい、胸をね
閉じてあげれば、これでスカイギャロップロボットモードになります。いや、これかっこよすぎるでしょ。はい。そして変形もね、シンプルでね、子供が変形させることをね、想定した、いいね、簡単な変形になってました。簡単なんですけど、こうダイナミックにこう裏返したりとか、で、裏返すことによって、この飛行機の丸い部分をね、こう後ろに持ってったり、内側に持ってったりっていうね、はい。こうすることで、このロボットのかっこよさ、ね、カクッとした感じをこう出してるっていう、素晴らしいね。ほんと変形玩具って、もう原点、もう削ぎ落としていけば、ルービックキューブとか、そういうものになると思うんですよ。リバーシブルもそうですよ。ね、オセロとかね、あれもひっくり返したら色が変わるとか、そういう簡単なんだけどダイナミックっていう、それをうまく活かしてる、さすがのね、変形ギミックになってたと思います。はい。この塗装もめっちゃ綺麗だし、ね、この顔もね、かっこいいんだよね。騎士みたいですよね。はい。で、こんな感じになっていて、このスカイギャロップね、僕アニメ見たんですけれども、公式でね、YouTube で見れるやつ。なんか、設定によると、こうめちゃくちゃナルシストで、もう自分のことを純白の翼っていう異名で、なんか自称してて、通信するとき、ね、相手に自分の姿見えてないのにかっこいいポーズを取ったりするっていうぐらいナルシストらしいです。ただ、しっかり騎士として戦うときは絶対1対1で、他のね、割り込みは許さないみたいな設定らしいね。はい。めっちゃかっこいい。じゃあ、これに先ほどのね、はい、こちら、セイバーアローをね、持たせていきましょう。これ今、この剣の状態ですね。はい。ここに、はい、スライドすることで、簡単にね、持たせることができます。この手にちょっと突起がついてて、こっちが、剣がね、レールみたいになってるんですよ。こう隙間が空いていて。こんな感じで。なので、ここにスッと、こうスライドするだけで簡単に持たせることができると。いや、これ武器持たせて立たせてるだけで、めちゃくちゃかっこいいね。はい。で、こうやってね、ポーズを取らせることもできると。いや、このさ、首がね、もちろんこう動くのもそうなんですけど、この回転、腕の回転とこの肘、これのおかげでだいぶね、ポージングめっちゃ取れやすいね。あとは、これをこう開いてあげることで、はい、弓ですね。はい、アローモードにすることができますので、はい、こうやってね、この弓ね、迫力がめちゃくちゃありますね。それでは、こちらのね、メタルカードね、使っていきましょう。はい。こんな感じで必殺技使ってる時ですね。で、これ外して、で、これね、はい、ここから、はい、この尻尾を取り出して、で、ここパカッと、はい、分割して、で、足をこう取り出すと、これもめちゃくちゃ大きいよね。はい。こうなります。で、これを、この背中、この2つね、ジョイントがありますので、ここに、こうやってはめ込んで、くっつけてあげると。はい。これで、スカイギャロップ、ケンタウロスモードになります。ちょっとやっぱね、ケンタウロスって、めちゃくちゃかっこいいんですよ。ね。なのでね、まあ、例えばここをさ、こうやって持ち上げてあげてもいいし、ね、こんな感じで足をちょっと細くね、見せてあげるっていうこともできますね。いや、かっこよすぎるよ。ポーズを取らせると、こうなります。優勝だね。これは、ちょっとかっこよすぎます。さすがに。はい。これね、劇中で、必殺技、このね、打つ時のポーズなんですけども、これを再現できる可動域、すごすぎるね。はい。こうやって、膝をね、ちょっと曲げたりとか、全然もっとね、曲げようと思えば曲げられるんですけれども、とか、ね、肘、こう曲げたりとか、あと肩ね、はい、こうやって回したり、あとここの回転がやっぱりめちゃくちゃ大きい。うん。で、こうやってね、武器持たせて、頭もね、柔軟に動くんで、
こうやって狙いを定めている角度にすることもできると。で、やっぱそれを支える後ろのこのね、はい、ケンタウロスの足。素晴らしいね。いや、ちょっとこれはもう優勝です。それではね、先ほどビークルモードで比較したこちらのシエロね、はい、これをロボットモードに変形させて、比較ね、していきたいと思います。さっきね、この足がちょっと伸びた状態でね、比較しちゃってたんですけど、はい、これが本来のビークルモードですね。はい。じゃあやっていきましょう。まずは、この目を隠してあげて、で、ここ、ロックを外して、上に持っていきます。で、回転させて、ここで足を、はい、スライドで伸ばして、パカッとね、開いて、つま先を出してあげます。はい。で、そしたら、ここね、はい、パカッと開いてあげて、頭取り出して、で、機首の部分、これをボキッとね、折ります。これもね、気持ちいいんだよね。はい。で、後ろに畳んであげて、このままヒンジで、はい、ここにくっつけると。で、そしたら、この肩を上に持ってって、この穴に、はい、差し込みます。はい。で、この腕ですね、ジョイントでくっついてるので、外してあげて、で、拳をくっつけて、下ろして回転。反対側も、ジョイント外して、拳、はい、くっつけて、伸ばして、下ろして、はい、回転と。で、そしたら、翼ですね。このように前に持ってきて、こうか。はい。こうやって畳んであげると。はい、反対側も。でね、はい。これで、シエロ、ロボットモードになります。で、劇中だとね、結構ここ、こう畳まれてて、で、あとは、この羽もね、こうなってる時とかありますね。はい。なので、そこら辺自由にね、はい、組み替えてあげればいいんじゃないかなと思います。それでは、メタルカードね、はい、こちら、シエロのメタルカードでも、合体ね、やっていきましょう。はい、これ外してあげて、で、この白い部分ね、はい、で、これ横にくっつけて、このオレンジ開いて、で、これを、はい、このように下に持っていくと。はい、こんな感じです。反対側も、このように取り出してあげて、オレンジ出して、これ下にくるっと回転させると。はい、こんな感じですね。で、これを腕に装着しますと。はい。で、これちゃんと右左あるからね。はい。こっちだったかな。こうですね。はい。で、このまま、はい。この下のジョイントにバチッとね、くっつけてあげると。反対側も、ここくっつけて、で、ジョイントでバチッとね、はい。くっつけてあげれば、はい。これで、メタルカード装備状態になります。はい。それでは、この状態でね、スカイギャロップと大きさ比べていきましょう。はい。スカイギャロップと並べると、こんな感じになっております。やっぱ、大きいよね。劇中で、このスカイギャロップとシエロがね、戦ったんですけど、もうスカイギャロップがもう強すぎて、遠距離からはこの弓で攻撃されるし、もう近距離でもね、はい、このケンタウロスモードでもう超突進してきて、で、こう剣で切りつけたりとかもできるんで、遠距離も近距離も強いんだよね、スカイギャロップって。だからもう超最強の騎士になっておりました。そしてこのスカイギャロップのね、大きさなんですけれども、僕のこのアクリルスタンドが10センチぐらいで、これが1個、2個、1個、2個、ちょい、なので20センチより大きいぐらいですね、大きさ的になっているので、めちゃくちゃ大きいです。あと、ちなみにこの後ろの羽はこうやってちょっとね、畳むこととかもできますね。はい。ということで今回のスカイギャロップのレビューいかがだったでしょうかね、このプロポーションが良くてめちゃくちゃかっこいい。そしてケンタウロスモードにもなるというこのロマンを秘めていると。で、武器の変形もあると。
そしてもうこのかっこよさに、秘められたね変形の面白さっていうのもありますので、いやこれはほんとね韓国おもちゃで今年買うべきねおもちゃの一つだと思いますので、いや今年ねいろいろ韓国おもちゃの激アツイヤーズなので、ちょっとねほんといろいろ選んでね買わないといけないんですけれども、もうこれはもうほんと買うべき、買わなきゃ損。韓国のおもちゃってやっぱりその時に買わないと後々何年後とかに買おうと思ってもなかなか買えないんですよ。なのでもう本当に欲しいと思ってる人は今ね、買うべきだと思います。で購入できるねその韓国語、おもちゃの購入の仕方、僕前にもね動画出してますので、よかったらそちらね見てみてください。ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、これから X、TikTok、Instagram のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたり限定動画が見れます。あとグッズも発売してますので、よかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。